アンモサ製作所です。今回は寿屋さんから発売されている、エヴァンゲリオン新2号機アルファを、ツヤツヤに塗装します。あと、合わせ目も多数あるので、できる限り、後はめ加工を行って合わせ目を消してみました。今回はちょっと長いですが、良ければ最後まで見ていってください。はい、エヴァンゲリオン新2号機アルファです。箱の横にはいろんなポーズの写真と、ギミックの説明があります。反対側に付属品の写真と、無塗装の完成写真があります。それにしても大きい箱です。アンモサが持っているプラモデルで一番大きいかもしれません。ちなみに8号機の箱と比べるとこんな感じ。倍以上ある感じですね。こんな大きな箱の中に、どれだけ入っているか確認していきます。大きいパッケージと小さいパッケージで仕切られてます。まずは量の確認したいので、すべて出して、重ねてみます。8号機ガンマと同様に結構細かくパッケージされてます。パッケージは全部でこれくらいの量です。では、作っていきましょう。まずは、パッケージからの取り出しと、パーツの切り出しをしていきます。このエヴァンゲリオン新2号機アルファは、8号機ガンマが完成する前までは、購入もしてなく作る予定ではなかったんです。しかし、8号機が完成した時に、やっぱり並べて飾りたい欲求が高まって、勢いで購入してしまいました。製作に関しても、もうちょっと他のプラモデルで練習してからとも思いながら、早く飾りたい欲求と格闘してました。そんな時に、8号機ガンマの制作動画でいただいたコメントで作ることにしました。コメントしてくれた方、背中を押してくれてありがとうございます。制作に話は戻りますが、たくさんランナーがあるのでパーツの切り出しも、結構、時間がかかります。ひたすらパーツ切り出しと、ゲート2度切り中。はい、パーツの切り出しが終わりました。想像より多くない感じです。グレーパーツが一番多いので、塗装はちょっと楽できるかな？全体的にパーツが大きいので、必然的に箱が大きくなったのではと思います。一旦素組みしていきます。細かいパーツは組み付けを省略して、大まかなパーツの組み立てからです。各部位の組み立てですが、上半身は結構、複雑にできているので、説明書見ながらも、ちょっと迷う部分があったりします。とはいえ、現物パーツ見ながら合わせていけば大丈夫です。あと、合わせ目はそれなりにあるので、後はめ加工する場所も、多くなりそうです。はい、頭をつけて本体の組み立ては完了です。桃の横の合わせ目は、消さないと目立ちますね。他の合わせ目は、素組み状態だと目立たないので、塗装しない人は、このままでもいいかもしれません。次にバックパックの組み立てです。バックパックは、ミサイルランチャー部と、ブースター部分で構成されてます。この2つを組み合わせて、本体の後ろに組み付けると、バックパック装着状態の完成です。このバックパックの大きさが、いいんですよね。このエヴァ2号機をもっとかっこよくするため、全塗装していきます。まずは、後はめ加工から行います。まずは、桃の横の合わせ目消しからです。関節パーツについているグリーンのパーツが、
もも側のダボ穴にはまって固定されます。このダボ穴はももの前側のパーツにもあり、前後を組み立てることで固定されます。なので、このダボ穴を後はめ加工すれば、ももパーツを接着して、合わせ目を消せます。加工は四角いダボと丸いダボの下側をカットします。押す側のダボの幅と長さに合わせてカットします。では、実際に後はめ加工後の確認をします。これで OK です。次はももの付け根に取り付けるパーツの後はめ加工です。このパーツがももの付け根に、前後から挟み込んで組み立てられます。このパーツの合わせ目を消すための加工です。まずは、このパーツの不要なダボをカットします。これくらいカットしました。次にもも側の加工です。この突起が上から差し込む時に邪魔になるのでカットします。この突起は他のパーツの位置決めの役割もあるので、1ミリ程度残して加工します。この時はニッパーで雑に切ってますが、後でもう少し綺麗にします。先ほど説明したダボをカットしたパーツです。これを上からはめ込んでいきます。ちょっとコツがいるのですが、外側からはめ込んで、ちょっと上に上げてから、前後を一緒に下ろしていく感じです。このカーキ色のパーツですが、しっかり接着しないと取り付け時に、接着箇所から割れます。アンモサハプラスチックを溶かして接着させるタイプで接着し、見えないところにエポキシ接着剤を上から塗りました。ももの部分は以上です。次はくるぶしの部分ですが、ここは加工せず、しっかりグリーンパーツを接着させます。あとはプラスチックの柔軟さで、取り付けます。次に膝周りの外装パーツです。ここもくるぶしと同様にプラスチックの柔軟さで取り付けます。このカーキ色のパーツの接合面は少ないので、エポキシで補強しました。押す側のダボを短くしても良いかもしれません。次は腕です。肩のパーツは大きく合わせ目が見えますが、二重関節というか構造が複雑なので、後はめ加工は諦めました。内部パーツを塗装してマスキングしてから、外装を塗装します。腕の下側は合わせ目が見えないですが、上側は若干見えます。目立つほどでもないのですが、簡単なので加工します。加工はこのパーツのストッパー部分を切り落とすだけです。切り落としてしまうので組み立ての時は、接着で固定します。もともと回転も何もしない部分なので支障はないはず。加工が終わると、こんな感じになるので、ちゃんと差し込めれば OK です。はい、OK。次は右腕ですが、白いパーツを加工します。肩パーツに、2つのダボで取り付けられているので、これをカットします。もう一つの白いパーツも同様にダボをカット。2つを合わせて、肩パーツに差し込めれば OK。次はこの緑色の浮き輪のようについているパーツです。このパーツは前後それぞれに2つの四角いダボがあります。前面の右側のダボは全削除、左側は2ミリぐらい残して左右を斜めにします。後ろ側は両方とも3ミリぐらい残して加工しました。取り付けは上から胴体を通して、後ろからはめ込んでいきます。次は胴体です。これは上半身のパーツにあるストッパーで、下腹部と固定されます。なのでこのストッパー部分をカットします。
ここも腕と同様に後で接着剤で接着します。ここは胴体で力がかかりそうなので、エポキシ系の接着剤を使おうと思ってます。若干、斜めに入れていく必要がありますが、これで OK です。次は胴体の外装パーツです。このパーツは前後から挟み込む構造になってます。そのためサイドに目立つ合わせ目ができます。対応としては、この赤いパーツを一旦接着して、後はめできるように分割します。ちょうど前面に、斜めに切り込んでいくモールドがあるので、それに沿ってタガネで掘り下げて切り離します。ちょうどダボも、切り離す前面側にあるのでよかった。切り離すとこんな感じに2つのパーツになります。斜めに切り込んでいるので、まず前面側を取り付けます。その後背中側を取り付けます。外装に上から差し込むように入れて、後ろから押さえてはめ込みます。これで胴体の加工は終了です。ここが後はめ加工ができないと一番めんどくさいと思ってたので、できてよかった。後はめ加工の最後はガトリングガンです。最初はこのハンドルのプロテクターから。これはプロテクター側のダボで、左右から固定されています。これをカットしました。カットするとプラスチックの柔軟性ではめれます。次はこのガトリングの上下をつなぐパーツに加工します。よくあるパターンです。穴の一部をカットして加工します。ガトリングの上下は、ダボ穴2つで繋がっているので、この2つに加工を行います。パチン、パチンとはめて完了です。次はこの赤い後方の持ち手です。しっかりダボ穴2つで固定され、グレーのパーツで挟み込みます。悩む。結果としては、がっつりカットしました。ここは上下に挟み込むようにして取り付けます。若干、ぐらつくのでここも接着ですね。最後はこの赤いパーツです。この赤いダボ穴ちょっとカットすれば OK かと思ったら、その下にさらに細い部分があって入らない。結果としては細いところより上は、全部カットしました。もともと高さもないのですが、位置合わせとして2ミリ程度残しています。これで全ての後はめ加工が終わったので接着と表面処理です。表面処理中。表面処理の途中ですが、ちょっと面倒なパーキングラインがありました。ちゃんとモールドに沿って消すつもりでしたが、劇場版の映像を確認すると、穴でしたのでそのように加工しました。これでちょっと楽ができました。まあまあ良い感じになったと思います。表面処理が終わりました。接着したパーツは、これぐらいです。何個かマスキングしているパーツがありますが、後はめ加工ができなくて、先に中のパーツを塗装してます。これで塗装に移りたかったんですが、このパーツがクセモノで、丸のマスキングが144個も必要になります。ここのマスキングのためだけに、そんなに予算を使ってられない。筆塗りも考えたけど、メタリックの筆塗りが綺麗にできるとも思えない。というわけで、プラ板でこんな丸いパーツを作って貼り付けることにしました。いい感じです。問題は量産なんですが、こんな道具を作りました。3ミリのパンチ棒に3ミリのプラ棒を刺しただけです。0.2 ミリぐらいのプラ板に軽くハンマーで叩いて、出すだけです。大量に作れました。
両面テープに貼り付けて、ヤスリがけしてから使用します。色々した処理が終わったので、塗装していきます。まずはプライマーです。これくらいなので、そんなに量はありません。このキットはダボ穴が、きっちりしています。なので、塗装の厚みで入らなくなる可能性があると思います。アンモサハ気になるところは、マスキングして塗装しました。まずはフレームから塗装します。腕や胸のブラックのフレームはガンメタリックの上に、クリアブラックを塗装しました。ガンメタリックはこんな感じ。次は右腕やすねのグレー色のところです。ここはシルバーをベースにクリアブラックでグレーっぽくしました。ベースのシルバーは EX シルバーに 20% ぐらい、メタルブラックを調色したものを塗装しました。シルバーだけだと、クリア層が厚くなるのでこうしました。こんな感じ。ベースを塗装したものにクリアブラックを塗装します。アンモサハ1回軽く塗装してから、ウェットな塗装してます。なんとなく、この方が垂れにくいと感じてます。1回だと塗ったかどうか、わかりにくいです。ベースカラーが一緒でクリアブラックで、クリアブラックで変化をつけたパーツを並べてみました。これがベースカラーです。この右側のパーツがクリアブラック1回です。次のこれは、2回塗装したものです。ちょっとずつ濃くなってるのわかりますかね？最後のこのパーツは4回、クリアブラックを塗装したものです。ここまで来るとだいぶ違いますね。同じ色でも、パーツに凹凸が多い方が映える気がする。ちなみにガンメタリックに、4回クリアブラックを塗るとこんな感じ。だいぶ、印象が違います。次は肩などのカーキ色です。ここは調色に悩みました。ブライトゴールドに 30% 程度の、メタルグリーンを調色したものを塗装して、クリアブラックを1回塗装しました。あとは塗るシーンばかりなので大幅に割愛。概要欄に塗装した塗料を記載しますので、塗装色を知りたい方は、そちらを見てください。塗装が終わって、マスキング剥がしです。マスキングもたくさんしたんですが、長くなるので一部だけにします。このフェイスパーツは、もともとは塗装済みなんですが、ボディカラーと色が違うので、塗り直してます。意外と直線ばかりなので、やりやすかったです。この後目だけは、筆でクリアグリーンを塗りました。今回は付属のデカールは使用せずに、デカール部分を塗装しました。大きいデカールを貼るのが苦手なんですよね。あと、部分的に分割されているデカールもあって、位置合わせが大変そうだったからです。あと、塗装の方が綺麗かなと思いそうしました。太もものマスキングが大変そうでしたが、八角形間の隙間を粘土で埋めたら楽でした。若干、取り除くのが大変でしたが、良い感じにできました。そういえば弾頭の塗装を忘れてました。パンチ棒で切り出したプラ板ですが、そのままだと角が立ってて見た目が良くないです。なのでスポンジやすりで角を削りました。まずは両面テープで、弾頭パーツを厚紙に貼り付けます。あとは縦、横、斜めと、均等にヤスリをかけます。最後にブラシで、削りカスを取って終了。違いわかりますかね？では、塗装した弾頭をランチャーに貼り付けていきます。デザインナイフで剥がしては、針を144回繰り返します。手間そうに見えますが、10分ぐらいで終わりました。いい感じですね。はい、すべての塗装が終わりました。
パーツ少ないと思ってましたが、こう並べると多いですね。では組み立てます。では最後の組み立てです。まずは、腕から組み立てます。この腕は色が多く使われてますが、パーツ分けされているので、塗装は楽でした。色合いも良い感じにできて満足です。細かい組み立ても、長くなるので省略。細かい部分の組み立て完了。大きい部品も多いので一気にここまで組みました。それでは最後の組み立てです。このエヴァ2号機の製作ですが、予想以上に時間がかかりました。やはり塗り分けがされてないところを、マスキングで塗り分けるのに時間がかかります。マスキングと塗装の反復は、精神がやられそうになりますね。アンモサ派、以前製作した8号機ガンマを横に置くことで、やる気を維持することができました。並べて飾るという目標があってよかった。あと、オープニング動画見るとわかると思いますが、残念なのが桃の横の合わせ目が見えるんです。クリア層は平滑なんですが、メタリック層で段差があるようです。なかなか全てを完璧にするのは難しいですね。直したい気持ちもあるんですが、悪化させる可能性が高いので、今回はこのままにします。もっとスキルアップしたら、修正動画にしたいと思います。ここまで長くなりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。それでは、さようなら。